それではパラコード2本を使い、ゆっくりと丸四つ編みを編んでいきましょう。最後に四つ編みで編んだパラコードアクセサリーの作品を載せていますので、参考にしてみてください。外側のパラコードを内側のパラコードへ通していきます。どちらでも構いませんが、今回は右外側を表側、左外側を裏側へクロスさせるように通していきます。繰り返し外側のパラコードを内側のパラコードの表と裏へ通していきますが、外側の上になっている方を表側、外側の下になっている方を裏側に通していきます。それでは同じ手順でゆっくり編んでいきましょう。慣れてくるとテンポよく編んでいきますので、チャレンジしてみてください。次はテンポよく編んでみます。次はテンポよく緩めに編んでみます。次は編み方の構造がわかるように下からのアングルで編んでみようと思います。次は2色のパラコードを使い2種類の模様の編み方をやってみましょう。こちらは先ほどと同じ要領で編んでいきます。ひし形の模様になりました。次は編み始めを白と赤を使い編んでみます。白を外側へ移動させます。そして先ほどと同じく外側の紐を動かしていきます。
螺旋模様になりました。こちらは四つ編みを使ったパラコードアクセサリーの作品です。参考にしてみてください。それでは皆様お疲れ様でした。